ここがね完全に膨れ上がってて、してなかった最近の一番の出費で、リノベーションもねめちゃくちゃお金かかってるんですけど、新しい趣味ができて、はい、最近の出費がすごくって、本当に、何に出費したかっていうのをね、ちょっとお話ししていきたいんですけど、まず一番最近、これがね、一番痛かったんですけど、何に使ったかっていうと、携帯がね、壊れたんです。私、携帯ずっと iPhone の14 Pro を使ってて、もう3年、4年ぐらい使ってたんですけど、好きだったんですよ。めちゃめちゃ iPhone の14 Pro が好きで、大事に使いたくって、でも、私ね、問題があって、めっちゃ落とすんですよ、携帯。もう不注意事故めっちゃ多くって。で、落とさないように、こういう紐も持ってるんですよ。これ日本の、どこだ？トポロギーっていうところのを買って、これめちゃめちゃ頑丈で、毎回旅行の時はこれ使ってるんですよね。楽だから。でも日常生活ってなると、結構邪魔になって、これ、太いロープなんでね、それのせいもあるかもしれないですけど、でもこれめっちゃ気に入ってて、で、これを使ってるんです。出かけたり、ちょっと旅行に行く時とかは。日常生活ではなかなか使えなくって、そうこうしてたら1ヶ月ぐらい前に、電源がね、勝手に落ち出したんですね。あるあるらしいんですけど、勝手にオフになって、で、その前に 70% とかあったのに、次電源がまた勝手についたら 10% とかになってて、で、また電源が落ちて、で、また電源が入って、そしたら今度 50% だったり、もうむちゃくちゃだったんですね。で、もう最近ってみんな、全部携帯でお金払うじゃないですか。だから私もそうなんですよ。携帯の中に全部クレジットカード払いとか入ってて、もうショッピング行っても財布も持っていかないし、もうそういうのがもう身についてしまってたので、もう不便でしょうがないしっていうことでアップルに行ってきました。そもそもね、どうなってたかっていうともうぐっちゃぐちゃだったんですよ。ここまでなるかっていうぐらいこんなになってて、見えるかな？映ってるかな？そう、もう完全に剥がれ落ちてるところもあって、ここがね完全に膨れ上がってて、もうこれはダメですねって言われたんですね。で、充電の交換だけだったらもうその日にできて140何ドルって言われたんです。だから15,000円ぐらいでできるって言われたんで、それを予約してたんですけど、そうなると話は別で、もう背面も全部変えなきゃいけないしって、そうなると修理だけでね、税込み8万円ぐらいかかるって言われてですね、800ドルぐらいって言われて、それが見積もり出されて、なのでもう致し方なく新しいのを買いました。そしてその時にかかった金額が2300ドルか、多分2295とかだったと思うんですけど、2300ドル一括で払いました。もうそれがねめっちゃ痛かったんですね。あれがもう予期してなかった最近の一番の出費で、しかも今私たちリノベーションしてるから、現金がね、あんまり残っていかないんですね。払っていくから。できる分は現金で払いたいから。で、痛かったですけど、それが最近の出費。で、私ね、このケースがね、めっちゃ気に入ってたんですよ。14 Pro の。これね、ケースティファイで買ってる、なんていう方だったかな。鎌野玲子さんっていう方が描いてるイラストなんですけど、この方のね、ちょくちょくね、柴犬が出てくるんですよね。で、それが可愛くて、これもめっちゃ気に入ってて、で、これもそのケースティファイが出してる一番、ガードのね、プロテクションの一番高いやつ。それでも2回割れたから。
で、今回もこれにしたかったんですけども、クリスがもう2300ドルも払わんよってで、次壊したらもう本当に携帯なしねって言われて、それかもなんか安い携帯にしてって言われたので、ちょっとこのケースティファイさんのでは不安になったため、いろいろ探してめっちゃ探して、このね、今回決めました。オターボックスのディフェンスっていうやつですね。ディフェンスシリーズだから一番プロテクションのあれが高いやつですね。あるじゃないですか、よく宣伝してる、めっちゃ上から落としてそれでも大丈夫だよとかっていうやつ、それの一番グレードの高いやつ、これにしました。本当はやっぱりこのケース、これにもう一回したかったんで、実は私YouTube 始める前にラップトップも申請したんです。新しいのを買ったんですけど、それでラップトップもこの方のねカバーなんですよ。これ可愛くないですか？これみんなでね釜揚げうどん食べてるんですけど、柴犬ちゃんがここにいる。柴犬ちゃんがねここにいる。このシリーズにしたかったけど、もう今はねガード命でございますっていうことが最近ありました。で、リノベーションもねめちゃくちゃお金かかってるんですよ。またバスルームできました動画でね、どんなバスルームになったか、それをね見てもらったら、ちょっと私たちがお金かけたっていうのを分かってもらえるかなと思うんですけど、リノベーションするにあたって私たち一つずつね、どうしてもこれを譲れないっていうものを、で、どうしてもしたかったものを一つずつ夢を叶えようっていうことになって、クリスが一つ選んで、私も一つ選んで、クリスは一つバスルームから選びました。で、私は一つキッチンから選ぶ予定ですけれども、それのね、クリスが選んだものが結構な額になって、普通に買ったら、なんか、3万円とかで済むところが、数十万っていうね、出費になったんですけれども、それは、もう最初で最後のこの大きいリノベーション、2人でするリノベーションということなので、よしとして、でもお金が飛んでいきました。で、あと最近の事情って言ったら、あれですね、ガソリン。一時私投稿でしか上げてなくって、いろんな方が YouTube でね、オーストラリア住んでる方でガソリンがこんなに上がってますっていうの上げてるし、私別にいいかと思って上げてなかったんですけど、一時3ドル20とかまで行きましたね。320円ガソリン。私ディーゼルなんで、ディーゼルで言うんですけど、それがね、最近徐々に下がってきました。今、2ドル、私が最後見たのが2ドルでなってて、多分1ドル99を見たかもしれない。どっかで。で、ちょっとずつだから下がってきてます。それでもやっぱり、なんかおかしいんですよね。2ドルの前半になってきたところでなんか下がってきてる、安くなってるっていう、この感覚がもうおかしいと思うんですよね。まず3ドルがありえないのに、だから2ドルもありえないはずなのに、2ドルが安いと感じてしまっている今日この頃、決して安くはないんですけど、前に比べたらちょっとマシになってますけど、それでも結構なまだ出費ですね。なんで今だから片道1時間かけて仕事行ってるんですけれども、週4日。だから8時間、その仕事の通勤に毎週かけてるので、やっぱりそれなりの出費なんですよね。2ドル、この間入れた時に2ドル10セントとかだったんですけど、だんだん下がってきてたので、もう満タン入れないようにしてるんですね。下がってきたら嫌だからまた。で、だいたい100ドルずつぐらい、1回で入れるようにするんですけど、それでも、タンクの半分埋まらないんですね。私の車大きいから。で、100ドルで、週4日の通勤で、ほとんどなくなる感じですね。だからガソリン代だけでも月、今100ドル。で、プラスやっぱりその週末出かけるとかってなったらもっとかかるので、結構やっぱりかかってます。そして最近ね、何回か投稿でもお知らせしたんですけど、新しい趣味ができて、クロシェット始めたんですね。なんでって思うかもしれないんですけど、なんでだろう。結構周りにそのクロシェットしてる同僚が多くって、で、何回かもらったこともあるし、やってるのを見たりとかもしてて、で、私嫌いじゃないんですね。日本にいた時、小さい時におばあちゃんと一緒にこたつカバーを、そういえば鍵針で作ったなと思って、鍵編みですっごい一緒に作っためっちゃ大きいこたつのカバーを。
そんなんもあったし、日本でもマフラー編んだりしてたんですね。セーターは私ちょっとね、できなかったんですけど、マフラーは、よくニットね、編んでました。かぎ針じゃないけど、ニットで、ニッティングしてました。なんか嫌いじゃないんですね、そういうちょっとクラフト系も。で、絵は私本当に描けないんですね。もう絵はもう小学生以下、幼稚園以下レベルの絵しか私描けないんで、その才能は全くないんですけど、ああいうちょっと物を作るっていうの、なんか説明を見ながら何かをしていくっていうの割と好きで。で、いろいろ見ていって、まあなんでしたいかっていうのをね、実はやりたいことができたんですっていうのを投稿のところで言ってたんですけど、まあ最終目標というか、私がしたいなと思ったことがあったのが、まあこれはね、その予算の関係とか最近の出費とかの関係もあって、この家での結婚式を考えてるんですけど、もう本当に全くフォーマルではない、まあ言ったらそのガーデンパーティーの延長みたいなもので行きたいなと思ってて、皆さんが多分想像してるような結婚式っていうものにはならないんですけどね、本当にパーティーの延長。いろいろやっぱり調べてて、お花とか、あったらいいなって思ったんですよね。でもやっぱり結婚式用のお花とかってなるとやっぱりめちゃくちゃ高くって、一応調べたりもしたんですけど、で、そしたらなんか、自分で作ったらいいんじゃないと思って、まだ時間もあるし、それで思いついたのが、クロシェットでちょっとお花を作ってみたいなと思ったんですね。まずは自分のウェディングブーケを作ってみたいなと思ったのと、できれば、ちょっと、歩くところにね、ウォークウェイとかになんかちょっとできるようなお花をつけれたらなって思って。そういうのを自分でできる、ホームメイドのウェディングっていうのに、ちょっと私のアイデアがいってしまいましてね。で、私も思い立ったら即行動派なので、思い立った時に、いきなり、スターターキットみたいなの買ってきて、で、クリスに、って私言ってなかったから、何始めるんって言われて。で、そのクロシェット始めたっていうのがきっかけです。なので、まだね、お花作れてないんですけど、今はいろんな、小さいものから作っていっている段階で、まあでも今それに、将来的には節約になりたいけど、今もその毛糸買ったり、かぎ針の、セットを買ったりとかっていうのを、もうめっちゃ買ってるから、ちょっと出費にはなってますけど、今作ったのが、これが本当に初期の頃に作った、これコースターですね。ハスの花のようになってるコースターを、2つ作ってみました。で、これがね、ちょっとちっちゃいんだけど、実は葉っぱになってて、これも練習で作ったんですけど、で、これも葉っぱちょっと何か植物も作ってみたいなと思ってるんですけど、まだね、とりあえずこんな感じ。で、最近一番大きいので作ったのが、このランチョンマットですね。これ、ランチョンマット作ってみた。どうですか？割といい感じじゃないですか？綺麗なと思って自分でも。やり始めたらね、私めっちゃ集中するんですよね。これ3色だけなんですけど、またちょっと色増やしてみたいなと思ってます。で、このランチョンマット作った毛糸が中途半端に余ったので、カバン作ろうと思って作ったのがこれ。で、カバン作ったはずなんだけど、ここに取っ手があるんですけど、この取っ手の上を作りすぎちゃって毛糸が余ったから、なんか持ちにくくなっちゃって、上がなんかちょっと頭でっかちになっちゃって。なんで、なんかワインにちょうどいいなと思ったんですよね、高さが。だからこれ、ワインのボトルで私、このお花、これフェイクのお花なんですけど、これをちょっと、に使ってみました。クリスになんか不安定だけどねって言われたんですけど。いいじゃんね。で、今作ってるのが、これと同じ編み方なんですけど、ちょっと大きめに編んで、また、カゴを編んでいってます。これが今やってる最中のやつですね。なんでまだまだちょっとお花には行き着いてなくって、お花もちょっと始めてみたんですけど、まだ、なかなかね、難しいんですね、お花もね。簡単そうに見えて。なんでこんなんも始めてみました。冬ならではの出費といえば暖炉。
田舎暮らしのこの家で暖炉なしでは冬を越すことなんて絶対に不可能。でもこの暖炉用の木も年々上がっていってるんですよね、値段が。リノベーション後は冷暖房完備になる予定のこの家。暖房と暖炉、一体どっちが得なんでしょうね。はい、そして私のクロシェットの犠牲者は空。このピンクの毛糸が余ってたから花用にと思って作ったんですけど、花が被ってくれなかったので空に行きました。なんか幼稚園の子供みたいで可愛い。被ってくれてありがとう、空。本日も最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画で。バイバイ。A lot of mistakes. I have been too self-involved, been protective of my feelings, but somehow you made me fall. You